生きるための大式戦い ASWG-08 ガンダムバルバトスルプスレクス。 ASWG-08 ガンダムバルバトスルプスレクスは機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズに登場したモビルスーツです。第2期の後半で主人公である三日月オーガスが登場し、凄まじい戦いぶりを見せつけました。今回はそんなガンダムバルバトスルプスレクスについて解説させていただきます。こんなところじゃ終われねえだろう。行くな。絶対にたどり着くオルガの目指した場所へ。機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズは2015年から放映され、ガンダムというブランドを日本国内だけではなく海外へ飛躍させ、若年層やアジア圏などの新世代のファン層の獲得を狙った予備知識がなくても楽しめるガンダム作品ということが強調された。機動戦士ガンダムのような宇宙世紀作品とは別の世界観を舞台とするガンダム作品の一つとなっています。本作のテーマとしてサンライズはドラマ性の強い少年たちの物語としての新世代ガンダム、段階的に進化するガンダムというものを打ち出しました。従来の宇宙世紀を舞台としたガンダムシリーズでは大国同士の戦争の中で自らの意思とは関係なく戦いに巻き込まれる主人公を描いた作品が数多く描かれていましたが、従来の作風ではスタッフやターゲットの若年層にとって現実味のないストーリーになっているのではないかという考えから、生活の中に戦いがある子供たちを主軸に据えることで、彼らがその状況から脱却するために自らの意思で戦闘などを行うというストーリー設定になっています。また従来のガンダム作品ではビーム兵器によって戦闘を行うシーンが印象的でしたが、鉄血のオルフェンズでは基本的にビーム兵器が登場しないという設定にすることで、切るのでなく吹っ飛ばす、装甲が剥がれてフレームがむき出しになるといったこれまでのガンダムとは違う新しい見せ方で施行されました。ガンダムバルバトスルプスレクスは第1話から三日月が登場していたガンダムバルバトスを回収した機体です。鉄血のオルフェンズの世界では無人機動兵器であるモビルアーマーの暴走に端を発した大戦争厄災戦がありました。そこで厄災戦を終結させるべくガンダムフレームや荒屋敷システムが開発されます。開発されたガンダムフレームは72機が製造され、ソロモン72柱の悪魔の名を冠するガンダムが開発されました。そのうちの1機がガンダムバルバトスとなります。なお鉄血のオルフェンズにおけるガンダムとはガンダムフレーム搭載機のことを指しているため、ガンダムヌシオンのような外見であってもガンダムと区分されています。厄災戦から300年以上の時が経ち、ガンダムバルバトスは火星の砂漠地帯に放置されていました。ある日、表向きは民間警備会社、実態は武装した傭兵組織であるクリセガードセキュリティ、通称 CGS の社長であるマルバーケイによってバルバトスは発見されます。ガンダムフレームにはエイハブリアクターと呼ばれるモビルスーツや施設の動力源が搭載されているため、将来的な転売も見込んで CGS 基地の動力炉として利用されていました。動力炉として使用されるバルバトスは経年劣化によって損傷が激しかったものの、いざという時の戦力として運用することも考えられていたため、ある程度の整備はされた状態でした。鉄火弾の主戦力となってからは敵機から得たパーツや武装を追加換装していくことで戦闘能力を高めていきましたが、エドモントン戦以降の戦いで修復困難な損傷を受けたバルバトスは巨大複合企業であるテイワズによってオーバーホールされました。この改修を受けた機体をガンダムバルバトスルプスと呼びます。ガンダムバルバトスルプスはガンダムバルバトスよりも三日月の戦闘スタイルにフィットしたものとなっており、得意の接近戦でさらに進化を発揮する機体となりました。しかし300年前の厄災戦の発端となったモビルアーマーの一機であるハシュマルとの戦闘になり、バルバトスルプスは自らも大破しながらもなんとかハシュマルを撃破することに成功します。ちなみに鉄血のオルフェンズでビーム兵器を使用したのはハシュマルのみであり、モビルスーツに採用されているラミネートアーマーはビーム兵器に対して高い防御力を誇るため、この世界ではビーム兵器はモビルスーツに対して効果が薄い兵装とされています。ハシュマルとの戦闘によってバルバトスルプスは大破しましたが、テイワズの技術部門によって回収されます。これがガンダムバルバトスルプスレクスとなります。なおルプスとはラテン語で狼、レクスは王を意味しており、テイワズの技術者によって名付けられました。バルバトス・ルプス・レクスだって。また長えな。レクス王様だって。ガンダムバルバトスルプスレクスには
バルバトスの頃より荒屋式システムが搭載されています。すべてのガンダムフレームのモビルスーツには機体制御のために荒屋式システムが搭載されており、これはモビルスーツなどの操縦系として用いられる有機リンクデバイスシステムとなっています。パイロットの脊髄にナノマシンを注入し、ピアスと呼ばれる接続機器を埋め込み、これと操縦席側の端子を接続することで機体のシステムとパイロットの神経を直結させます。これによって機体のシステム情報が直接脳に取り込まれるので、モビルスーツを自身の体のように自在に動かすことが可能になるというものです。パイロットの感覚で思い通りに機体が動くようになることから、機体の反応性や高知性を高めることができる上、コンピューターによる機械的モーションプログラムによらない挙動を行うため、モビルスーツのパイロットであれば一目でわかるほど人間らしい動きが可能になります。荒屋式システムはピアスの数を増やすことで脳と機体の更新情報量が増えるため性能が上がっていきます。しかし薬剤戦当時にこのシステムを危険視したギャラルホルンによって非合法化されたため、 PD320 年代では非人道的なシステムとして禁止されていました。そのため鉄火団の面々が受けた荒屋式システムの手術は非合法で不完全な手術となっているので、ナノマシンを定着させるために成長期の子供にしか手術できないものになっています。この手術は失敗すると死亡するか、命を取り留めても障害者となる非常に危険なものでした。主人公の三日月は3回、明宏は2回の荒屋式システムの手術に耐え抜いていますが、3つのピアス装着で初めて薬剤戦当時の荒屋式システムと同等の性能になるとされています。薬剤戦を集結させた対戦の英雄アグニカ・カイエルはガンダムバエルと完全な性能の荒屋式システムで圧倒的戦果を残したとされており、劇中終盤でマクギリス・ファリドは薬剤戦当時の荒屋式システムを再現してガンダムバエルの圧倒的な戦闘力を発揮しています。荒屋式システムはモビルスーツや艦船の操縦に用いた場合、その情報量の多さからパイロットの脳への負担が大きく、鉄火団の機体はリミッターを設けることで対応しています。しかしこのリミッターは任意に解除することが可能となっており、三日月はグレイズアインやハシュマルとの戦闘でリミッターを外したために自身の体に障害が残り、最終的にはバルバトスとつながっていないと右目、右腕、右足が半身不随になるという代償を払うことになりました。しかし荒屋式システムとつながっていれば正常に体が動くため、バルバトスルプスレックスにつながった状態で過ごしていることが多くなりました。これに乗ってれば体も動くし、余計なこと考えなくて済む。武装としてはまず超大型メイスを持ちます。これはバルバトスが装備していたメイスを大型化させたもので、対艦攻撃も視野に入れているものです。高高度レアアロイというモビルスーツのインナーフレームにも使用される強度の高い素材を使用しているため、盾としても使用可能となっています。劇中では三日月の容赦ない戦いぶりも相まって、コックピットをパイロットごと串刺しにしたり、黄金のジャスレイ号のブリッジを容赦なく叩き潰すという使い方が特徴的なほか、スペースデブリに突き刺して機体を固定するなどといったトリッキーな運用もしています。次に両腕レックスネイルです。全腕部は人型モビルスーツとは思えないほど大型化しており、両腕レックスネイルはガンダムバエルのバエルソードと同じレアメタルを使用したマニピュレータとなっているため、貫通力が高い兵装になっています。敵を貫く武器として使用され、三日月の接近戦を得意とする戦闘スタイルに非常にマッチしています。他のモビルスーツよりも腕が大型化した分、細かい作業は増えてになっており、それを補うため両肘にはサブアームが増設されました。手首部分に搭載した腕部 200mm 砲と併用可能で、劇中ではサブアームで掴んだ相手に追撃して撃ち抜くという動きも見られました。その他にテイルブレードと呼ばれる尻尾型兵装を持ちます。この武装はハシュマルが装備していたワイヤーブレードを転用したものとなっており、荒屋式システムで特殊なワイヤーを操作することによって三日月の感覚通りに動く武器となっているため、変幻自在な攻撃が可能です。なんか不思議なんだ。今まで俺に尻尾がついてなかったのが信じられないくらい。パイロットの三日月はおおらかな性格である一方で、やらなければ自分がやられるという戦いにおいて非常にシビアであり、敵意を向けた相手には一切容赦しない人物でした。そんな三日月の戦闘スタイルとも合わせて、バルバトスルプスレックスは従来のモビルスーツとは一線を画す戦い方を見せつけた機体となっています。
バルバトスを狩る三日月が武々しく戦う姿は、敵に恐怖を呼び起こさせ、鉄火団の悪魔と畏怖されていました。バルバトス・ルプスレックスも、その鬼神がごとき強さを見せつけたことから、ギャラルホルンの宇宙艦隊であるアリアンロッドのモビルスーツパイロットにも悪魔と震え上がらせる存在でした。また、敵から悪魔と畏怖される一方で、パイロットの三日月も、荒屋敷システムのリミッターを外して戦い、徐々に体が動かなくなっていくという、悪魔との契約を思わせる描写となっています。劇中では、最終的に、ギャラルホルンのラスタルの策によって、鉄火団は犯罪者として指名手配されます。火星を脱出し、地球の経済圏の一つである、アーグラウへ逃亡を図る鉄火団のしんがりとして、バルバトス・ルプスレックスはグシオン・リベイク・フルシティと共に戦い、多くの敵を撃破して、仲間たちの脱出が成功するも、ラスタルは火星軌道上から長距離兵器ラインスレイブを撃ち込み、その余波で大破しました。三日月は最後の力を振り絞り、生きるために戦いましたが、ジュリエッタの狩るレニン・レイズ・ジュリアの前で力尽き、最後は首を打ち取られ、アリアンロッドの残存部隊の前に掲げられました。バルバトスを討ち取り、鉄火団の象徴がなくなったため、ラスタルはそれ以上の追求をせず、戦いは終わりました。まだ止まれない。お前だって止まりたくないだろう。余談ですが、鉄血のオルフェンズは、監督の永井達之氏によると、企画段階から、鉄火団は新選組がモチーフであり、主人公側が敗北する物語として描かれることが決まっていた作品とされています。江戸時代末期に活躍した新選組が、江戸幕府を守るための治安維持組織として奮闘するも、大政奉還によって、幕府が明治天皇に政権を返上して以降、新たな時代に移り行く中で、次々に戦死や降伏をして解散したという経緯を持っており、新選組をなぞらえていることが伺えます。また、三日月、オーガスト、オルガ・イツカは、近藤勇、土方歳三、沖田総司を足して2で割ったとされています。そんな鉄血のオルフェンズは、結果的に視聴者に賛否両論の意見をもたらして、視聴率で苦戦を強いられる話も見受けられました。しかし、一方で、鉄血のオルフェンズのガンプラの売れ行きが好調を示したり、発表ガンダム大投票のキャラクターランキングで、オルガ・イツカが1位を獲得するなどの人気の高さも持ち合わせた作品となっています。準主人公であるオルガ・イツカの死は、特に作品評価が荒れる要因となりましたが、監督の永井氏は、オルガが人気になって嬉しい。ネットでは若干おもちゃにされているようですが、とコメントされており、本来は感動的な死亡回として語り継がれるはずが、作品を見たことがない人たちにもオルガネタが浸透し、時にお笑いネタとして扱われる、不思議な人気キャラクターとなっています。作品としては、特に後半の儚い流れを惜しむ声が多々挙げられている本作ですが、私としては全力で前に進み続け、そして生きることの力強さを教えてくれる良い作品だと思うので、未視聴の方はぜひ一度ご覧になってはいかがでしょうか。止まるんじゃねえぞ。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。